おっちゃんご飯か？なんか臭くないか？なんかおしっこの匂いするな。なんかおしっこ臭いよ。やらかしたな、坊ちゃん。どこだ？いや、本当にどこだかわかんない。まさかテーブルの上ないよね。可愛いでしょこれ。しょうがない。おしっこ探知機を使うしかない。目視で探してもわからないもん。おっちゃんがまたやらかしたよ、猫吉。しょうがないからあれを使うしかないよ。あれを。じゃんじゃじゃーん。トゥトゥルルー。ちなみにこの電球つけるとこんな感じ。これはブラックライトの懐中電灯です。別名おしっこ発見懐中電灯です。じゃあパパはちょっとこれでキッチンにしてあるであろう坊ちゃんのおしっこを探してくるよ。何やってるんだ坊ちゃん。ほら、これで坊ちゃんのおしっこ探してくるんだよ今から。じゃあ行ってきます。でこれを使うときはまずは電気を消して暗くして、でブラックライトオン。こうやってブラックライトって白いものに反応するんだけど、猫のおしっこもねしてあると浮かび上がるんですよ。ちょっと廊下が明るいから廊下の電気消してこようかね。ちょっと廊下の明かりを消して、で絶対どこかにしてやるからね。こうやって際を追っていけば絶対どこかに。こういうところも怪しいな。坊ちゃんスリスリしてるからな。あった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 。これわかりますか？これここに3滴ぐらい、ちょっと見えづらいな。ここに3滴ぐらい垂れてるんですよ。ほら。ってことは多分この足あたりにチャってしてあるんじゃないかな。これ匂い嗅いで最終確認を。うわ、臭っこれだ。ちょっと見える。ほんのちょっとだからあんまりはっきり見えないけど、こっちの方がわかるかな、映像で。あとないよな。あれ、ここにもなんか光ってるな。よいしょ。あ、これもそうだな。これちょっとカメラでわかるかわかんないけど、肉眼だとねはっきり見えるんですよ。これちょっとカメラの高度もうちょっと落としてみようか。こっちだ。こんなもんかな。ここに1滴2滴3滴4滴あって、チャーって垂れてるのが。でその下見るとほら、これは結構はっきりわかるでしょ。これ猫のおしっこで、最終的な確認は鼻を近づけて匂いを嗅ぐと、これだ。匂いの原因はこれだ。あとないよな。ほら坊ちゃん、匂い、ほら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 、
匂い嗅いでフレームになってる自分のおしっこの匂い嗅いで。これよりも明るいブラックライト100灯とか使っちゃうと逆にね、白止めって言って明るすぎて分からなくなっちゃうんです。でこれよりちっちゃいペン型のブラックライトとかもあるけど、50灯っていう明るさが一番猫のおしっこは見つけやすいです。で今明かりをつけましたが、明かりをつけるとね、ほらパッと見てもわからないんですよ。パッと見てもわからないけど、ブラックライトを使うと明るく浮かび上がるんですぐわかるというわけですね。ねえさくら、ボスパパ困ったもんだね。では掃除をして終わりにしたいと思います。でちなみに僕はアルコールでいつも掃除しますけど、床にワックスをかけてあるお家はアルコールダメね。ワックスをかけてる床にアルコール吹いちゃうと真っ白になっちゃうんで、アルコールかけたところがね。であとね、もう一つうちでは発見する方法があって、猫吉がねマーキングしてある付近に行くと匂い嗅いで砂かけの動作すぐやるんで、そうするとね、あ、その辺にしてあるなと思ってすぐ分かるんですよ。で匂い嗅ぐと案の定ね、おしっこの匂いがするの。ただそれやるのは猫口だけかな。あと小豆も匂いに敏感だけど、小豆は砂かけっていうよりもねフレーメンになるんですよね。口をパッて開けてあーってびっくりしたような顔して一瞬止まるっていう表情ですね。よし OK かな。さて匂い消えたかな。匂いしませんね。消えましたね。やっぱりあれが正解だったんだ。よかったよかった。猫吉、おしっこ臭いの治ったよね。一件落着というわけで、皆さん猫を飼っててたまにこういうおしっこ事件があるお家は、こういうブラックライトの懐中電灯一つ買ってぜひ持っておいてください。必ず役に立つと思います。ご視聴ありがとうございました。